おはようございます。阿部義俊です。トラベラーズノート用のリフィルを自作してみたんですけど、その自作したリフィルのはがみというか切れっ端の紙を使って、ちょっとミニメモ帳を作ったんで、ちょっとこっちのミニメモ帳の方に試しにイラストを描いてみたりしたんですけど、こいつのピントが合ってなくて、1枚綺麗に写ってなくて全部ボケてしまっていて、なのでもう1、2枚描いてみようと思いますというわけで、今度はピント合ってるだろうな。DJI のポケット3、そのモニターが一回り大きくなって見やすくなったよって言ったものの、なんかこの大きさだとピントが合ってるかどうかの確認がなかなかできなくて、今回多分大丈夫だと思いますけど、そんなわけでちょこっと書いていこうと思います。このアルコールインクアートペーパーってやつはやっぱりちょっと後で用途をよく見てみると、やっぱりアルコールインクアートをやるためのペーパーでコピックペーパーセレクションとなっていたんで、当然そのコピック用の紙と思ってたんですけど、ちょっと用途が違うのかもしれないですね。何書こう。また買おうか。今日も工事の音がめちゃくちゃ入っちゃってますけど、ちょっと昨日までのその絵の傾向として、グレーのやっぱりそのペンだと薄すぎて輪郭がはっきりしなくて、かといって黒をのせちゃうと今こうやってやっているデリケートな仕事が全部吹っ飛んでしまって、絵としてあまりにもちょっと黒の強さに周りがついてこれなくなって、絵としてその破綻してしまうんですよね。そのあたりが何のかの言って上からコピックで塗り重ねていくにつれてちょっと緩和されはするんですけど、このグレー自体はその下書きというか当たりを取るのにちょうどいいぐらいの太さで、グレーのもうちょっと一回り太いペンが欲しいな。それでちょっと当たりを取ってからアルコールが溶けて広がっていく方向をうまくコントロールして N の1番2番3番と塗り進めながら綺麗なグラデーションを作れればと思ったんだけど、なんかモニョモニョしちゃうな。難しいですね。もうちょっといろいろ試して、紙自体が強度があって重ね塗りとかでへたってくる気配はないので、その辺りをうまく使えるといいかなと思ったんだけど、ちょっと思っていたのと違うな。目鼻とかにアルコールのこのにじみの広がり方がちょっと予想外で、目が潰れてしまいましたね。ここから盛り返していけるかな。マーカーペン先よりも筆の方が筆跡自体は綺麗になるんだけど、それでも思ったような細かい作業ができなくて、それはでもこのインクアートペーパーの特性で、多分変な癖をこれでつけない方がいいな。なんかこの後でちょっと普通の水彩紙とかに、これはアルコールインクアートっていうのをやるときに使う紙で、コピックペーパーセレクションでコピック用紙で検索して出てきたやつなんで、当然これでいいと思ったんだけど、これはやっぱりちょっと違いますね。どうやったらこの筆跡、このモニョモニョした跡をきれいに使えるかな。この N の6番ぐらいの、5番とか6番ぐらいの多分ね濃さのペンがあるといいなと思うんですよね。書けるかなと思ったけど、ちょっと違うな。筆で起こすのは、この太い筆で起こすのはちょっと無理だな。起こすぐらいだったらもっとこの筆跡の形をきれいにうまく使ってなんかやっていく方が正しいですね。難しいもんだな。かといってな、多分ここで黒い線を入れてしまったら、そうですね、強く出過ぎちゃうもんな。外の工事の重機の音ですね。プオーンという高い音が、過去のここ数日の動画にも全部なんかピューンという高い音が入っちゃってて参ったなというような、アルコールインクアートペーパーでのそのちょっとしたモノクロスケッチのテストでありましたと。
ちょっと難しいですね。こんな感じです。20分もやっている。そうか、こんなのはもうね、10分以内で書けなきゃダメですよ。これはトラベラーズノートの水彩紙に書いた、ちょっとそのコピーを初めて買ってきた日に、テスト的に書いた落書きですけど、これの場合は黒の主線をアルコールのそのコピーのマーカーで上から書いても、一回乾いちゃえば消えない。こっちのアルコールインクペーパーでも完全に乾いちゃえば多分主線消えないと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。いや、だいぶ乾いてきたはずなのに消えたな。そうか。このアルコールインクペーパーの方ちょっと完全に乾いたらちょっと分かんないですけど、今だいぶ時間経ったけどそれでも消えたので、ちょっとねまたこの今なんか話の途中でちょっと手を入れ始めたらまたいろいろとちょっと影を足したくなる。影を足そうと思ってもやっぱちょっともうちょっと綺麗な形が取れる。これ練習か。いや何が言いたかったかっていうと、こっちはだからその一回インクに完全に黒のインクが食い込んで乾いちゃえば上から色をつけてもその黒の線は干渉しないというか溶けないんですよね。でそれはいいところで、こっちはだからアルコールインクペーパーは溶けやすいようにわざわざ作られてる紙なんで、主線のマーカーもこれじゃなくて多分油性のマーカーかなんか使わないと線は溶けちゃいますね。だから溶けちゃうことを前提に絵作りをしないといけないかもしれないですね。で、意外とこの水彩紙の分厚い紙でも平気で裏写りしますね。アルコールマーカーはやっぱそういう特性があるんですね。ということで、そうか、こいつにうかつに書くこともできないな。で、逆に言うと、だから呉竹のジグはちょっと特性が違うんで、アルコールが多分そんなに含まれていないからなのかわかんないですけど、そんなには染み込まないですね。だからそうか、このアルコールインクペーパーのリフィルを作ってどうかなと思ったけど、これはこれでやっぱコピックで遊ぶ分には一定の価値はありますね。裏写りしないっていう意味で。逆にだから水彩紙みたいなこの分厚い高い紙を使っても、コピックで何か書こうと思ったら片面にしか書けなくて、裏側は使わないとか、何か鉛筆のちょっとした、いやダメだな、これこんなに線が入っちゃったらな、ということなんで、その、使い方としては難しいですね。そうか。コピックの人たちはみんなどうしてるんだろう。裏写り上等で逆にこの辺のトモエリバーみたいな紙にやってるってことかもしれないですね。ちょっとコピック知識がなさすぎて。そうか。コピック用のこのグレーの薄いペンはなんか使い道が、自分がだからそのなんだろう、そのいつも自信のない線を引くからこういう自信のない色の線がありがたいんですけど。このだから薄いグレーのペンほんと使い勝手がなんかいいんだけど、こいつの上にその完全な黒のペンでペン入れしちゃうと、この線は完全に意味が失われちゃうので繰り返しになるけど、もう一個濃いグレーのペンをほんと大至急出してくれ。もしくはちょっと探さなきゃダメだ。なんかコピックでインクが溶けないでこのぐらいの表現力があって、グレーとしてはこいつとその完全な黒のインクの中間のやつが欲しい。もしちょっと動画見てる方でそういうペンあるよみたいなものが知ってる方がいたら是非教えてください。大至急欲しい。このなんか細いペン、グレーのペンで無限にハッチングしてなんかこう質感を作りたいって思うよ。そういう使い方をしたいと思うのは俺だけなのか。カメラに薄すぎて映ってない可能性がありますけど、これに対してこの N のなんだ N1 とか N2 とかでちまちま薄い影を置いてったらどうなるんだ。N1 でもかなり色があるけど、これ色があるんじゃなくてきっとアルコールで乾いたら薄まるんでしょうね。グレーペンと N1 だけの超低コントラストイラストみたいなの個人的には好きだけどカメラに映らない気がするし、こんなことをやっていると線で形を断定する力がどんどん弱まって弱い絵ばかり描くようになってしまって、きっと良くない変な癖がついちゃう。でも楽しいな。いいや。ちょっと待って、これが気になったのはこれを裏写りが
そうだね、まあこのぐらいの裏写りプラスさらに次のページまで行っちゃうんですよね、こいつ。そうか、コピックはだからその色の混ぜ合わせとかすごいいいけど難しい画材ですね。あ、結構 N2 はちょっと待って。N1 に比べて N2 が思ったよりも主張する。塗っている時にアルコールで紙の色が劇的に変わるんで、何色で終わるのかが全然わかんないんで怖いですね。よいしょ。まあいいや。はい。ってなことで、ちょっとコピックで遊んでみましたよと。で、リフィルを作ってみましたよと。で、コピックは、使ってる方は、全然僕よりも、慣れてる方はいくらでもたくさんいるっていうか、僕まだ使って2日目なんで、全く不慣れですけど、クレタケのジグと比較すると、色の混ぜ合わせみたいなものは、やっぱり、デリケートに面白い混ざり方をするんで、クレタケのジグは逆に言うと、もうこの色って決めたら、決めて、その色で塗って、淡いグレーを塗って、ちょっと濃いグレーを塗ってみたいなことをそのジグでやると、その境界線はいい感じに馴染むんだけど、でもやっぱり完全にグラデーションにはならないんですよね。コピックの方がその辺が融通が効くっていうか、その混ざり方がふわっとアルコールでインクが広がるんでいきやすいんですけど、その分だから裏写りとか次のページまで、インクがいっちゃうみたいなのはあるんで気をつける必要があって、でその中でコピック専用の紙は、これはだからアルコールインクアート用の紙なんでちょっと用途が違うのかもしれないですけど、少なくとも裏写りは全然しないですね。紙は非常に強度があって、ただそこで塗ってみた感じでは面白いエッジができて、味のある絵になるけど相当難しいですね。そして自分の中ではこの薄いグレーのもう一個濃いグレーが欲しいですね。ちょっとそういうペンがないかどうかを、探さなきゃなっていう感じですね。ってなことでした。とりあえずそのリフィル作ったんで、試しに塗ってみましたよっていう動画プラスちょこちょこと雑談でした。こんな感じでこの阿部義俊画法の方のチャンネルでは絵に関する話をしたり、今回みたいに画材のレビューをしたり、試しにそれで絵を描いてみたり、あるいはその絵の描き方とかデジタルツールの使い方の解説とか、絵に関連するようなガジェットの紹介とかもちょっとこっちでやることになるかもしれないです。メインのチャンネルの方とこっちと同じものを切り口を変えてやったり、例えばだから万年筆の紹介をメインチャンネルでやって、その万年筆で絵を描いてみるっていうのをこっちのチャンネルでやったりみたいな感じで、こっちは完全に絵に関することだけに絞ったチャンネルで、メインチャンネルの方はもうちょっとくくりが緩いというか、万年筆の話をしたり、手帳の話をしたり、カメラの話をしたり、ガジェットの話をしたり、みたいなことをやっていくチャンネルとして住み分けをしていこうと思ってます。絵に興味のある人、描く方でも見る方でもいいですけど、あとはプロの絵描きになりたいと思っている人とかも何か参考になるような話ができればと思っております。チャンネル登録、いいねなどしていただけると励みになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは。